皆さん、こんにちは。藤井です。このチャンネルは日本語の勉強をしている人へ向けたチャンネルです。リアルな日本の文化や私の身の回りで起きたこと、日々感じたことなどをゆるくお話ししていきます。最近、ストレンジャーシングスにハマっています。これはネットフリックスのドラマです。最近シーズン5が公開されて、日本でも話題になっています。この私たちが住んでいる世界の裏側に別の世界があって、そこから怪物が出てきて、大変なことになるんですけど、超能力を使える少女とみんなで協力して頑張るみたいな話です。やばい。説明が下手くそすぎて面白さが伝わらないですね。でも本当に面白くて、シーズン1から見直したんですけど、4日ぐらいで全部見ちゃいました。シーズン5まであって、ちょっと長いんですけど、見たことない方はぜひ見てみてください。ということで、今日のテーマは、教科書に載っていない日本語です。皆さん、日本語を勉強している中で、こんな悩みはありませんか？教科書の日本語はわかるけど、実際の会話がわからない。ドラマやアニメで聞く日本語が教科書と違う。それは教科書に載っている日本語と実際に使われるものは少し違うからです。今日は教科書の日本語と実際の日本語の違いや日本人が日常でよく使う日本語についてお話ししていこうと思います。まず大切なことを一つ言います。教科書の日本語は間違っていません。むしろとても正しくて丁寧で綺麗な日本語です。でも日常会話ではそこまで綺麗に話さないことが多いんですね。理由はシンプルで楽したいからです。みんなだから言葉を短く省略したりとか言いやすい言葉を使ったりとかちゃんと発音しなかったりします。そうすると教科書では習っていないので聞き取れないということが起きるんですよね。はい。例えばどういうことかというと、ら抜き言葉とかがいい例かなと思います。これはね、日本人みんな使っています。これは、例えば、食べることができるって言いたいときに、ちゃんとした言葉で言うと、食べられるですよね。でも、言うのがめんどくさいので、日常会話では、食べれるということが多いです。らを言わないんですよね。起きれる、喋れる、登れるみたいな感じで使います。あと気をつけてほしいのが、られるって受け身の時も使えますよね。誰かに怒られるとか、叩かれるとか、そういう時はらを省略できません。怒れるっていうと、怒ることができるという意味になってしまうので、気をつけてください。あとは、助詞の省略です。助詞っていうのは、は、が、に、で、をとかです。ご飯を食べる
のをは助詞です。カジュアルな会話の場合、助詞が省略されることがよくあります。むしろ助詞を抜いて話した方がより自然でリズミカルに聞こえるなんてことがありますね。これは例えば私は昨日中華を食べたという文章があったとすると、日本人は私昨日中華食べたと言います。これもっと短くすると昨日中華食べたになります。これは主語の省略ですね。他にもいくつか例を挙げると、このスカートめっちゃ可愛くないとか、電気消してとか、何食べるとかもそうですよね。でもこれ難しいのが、省略できる助詞とできない助詞があるということです。例えば、場所を表すときので、東京でご飯を食べるって言いたいとき、このでは省略できません。あとは、手段を表すで、電車で東京に来たと言いたいときのでです。あとは、一緒という意味のとも省略できません。妹と買い物に行くという文章があったら、このとは省略できないんです。結構ありますよね。省略できない場合、他にも友達にプレゼントをあげたとかのにも省略できなかったりします。ここら辺は文法的に暗記するのは結構大変だと思うので、日本人の話している日本語を聞いたりして自然に覚えていくのがいいかなと思います。はい。では、ここからは言葉編です。よく聞くけど、教科書にない言葉をご紹介していきたいと思います。一つ目は、何々じゃんです。これは、関東の人しか使わないかもしれないですけど、何々でしょとか、何々だみたいな意味です。関西だと、何々やんって言います。例えば、もうこんな時間じゃん。だから言ったじゃん。とか言ったりします。丁寧に言うと、何々ではありませんかって感じかな。そういう風に習うかもしれませんが、そんな丁寧な言い方は会話ですることはありません。じゃんは友達同士の会話ではよく使う表現なので覚えておいてください。次は結構。これは十分、足りているっていう意味です。私も動画で使ったりすることも多い言葉なんですけど、普段使うときはとてもと同じような感じで使いますね。例えば、今日結構寒いねとか、あれは結構大変だったよみたいな感じで使います。感覚的にはとてもよりはすごくない。思ったより、想像してたよりって感じが近いかな。フォーマルな言い方で結構ですっていう言い方をすることもあるんですけど、これももう十分です。大丈夫です。っていう意味なので、つなげて考えると覚えやすいかなと思います。あとは、やばいとか、めっちゃみたいな若者言葉ですね。
これは別の動画で紹介しているので、ぜひそっちも見てほしいんですけど、ここでもちょっとご紹介します。やばい、マジで、それなとかは皆さんよく聞くと思います。あと最近、というかちょっと前かなに流行ったスラングは、〇〇界隈です。これは、ある共通点を持つ人々の集まりやコミュニティという意味です。本来の界隈という言葉の意味は、地理的にその周辺とか、そのあたり一帯みたいな意味ですね。もともとは。人ではなくて、場所を表す言葉です。でも最近は人に対して使われます。例えば、美容好きの人たちの集まりは美容界隈とか、自然の多い場所へよく出かける人とか、自然が好きな人たちは自然界隈みたいな感じです。あとは、風呂キャンセル界隈というのがすっごい流行りました。これは、お風呂をキャンセル。つまり、お風呂に入らない界隈ということです。日本人は毎日お風呂に入るのが当たり前っていう感じでみんなやってきていたんですけど、最近 SNS とかで実は2日に1回、3日に1回しかお風呂入ってないですっていうことを誰かが投稿したら、実は私もみたいな感じでお風呂に入っていない人たちが結構いるってことが分かったんですね。で、この人たちを風呂キャンセル界隈って呼んでいるんです。私、風呂キャンセル界隈だから、みたいな感じで使います。はい、ちょっと脱線しちゃいましたけど、スラングはいろいろあって面白いので、気になる人は調べてみてください。ただ、注意してほしいのが、スラングって難しいんですよね、使い方が。今紹介したものはみんな普通に使いますけど、スラングの中には前は流行っていたけど、今はもう誰も使っていないみたいなものもあります。あと、使うときは相手との関係に注意してください。友達には OK でも、会社の人や目上の人には使わない表現も多いです。それはやばいですね、とかは。私は年の近い先輩とかに使ったりしますけど、注意が必要です。ということで、今日は教科書にない日本語についてお話ししました。いかがでしたでしょうか？もしかしたらね、今日話した内容は、私の使ってる教科書には載ってるよってこともあるかもしれないですが、そこはご了承ください。言語学習をするときは、やはり教科書だけでは学びきれないところがありますよね。もちろん教科書は大事ですけどね。実際の日本語を学ぶには、こういうポッドキャストを聞いたり、ドラマや YouTube を見たり、日本人と会話をするということが必要になってきますね。このポッドキャストで勉強してくれたらとても嬉しいですけど、そうでなくても生の日本語に触れる機会をできるだけ増やすのがいいんじゃないかなと思います。ということで本日は以上になります。最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次の動画でお会いできたら嬉しいです。よろしければチャンネル登録お願いします。